こんにちは。Python VTuber のサプーです。今回は @Coder という競技プログラミングのプラットフォームをご紹介したいと思います。@Coder ってどんなサービスなのか、どうやって参加するのかという疑問に答える動画になっています。実は私も去年の10月から@Coder のコンテストに何回か参加していて、この動画の最後の方ではサプーのコンテストの成績もお見せしているので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは Python やプログラミングに関する情報を発信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、ディスコードもあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まず、競技プログラミングというものについて説明します。競技プログラミングとは、与えられた課題をプログラミングで解くことを競うもので、論理的思考力やアルゴリズムの知識、コーディング能力などが試される競技です。で、課題をプログラミングで解くってどういうことだっていう人のために、簡単なプログラミング問題を一つ見てみましょう。複数の数字が与えられるので、並び替えて一つの大きな数を作ります。この時、作れる数字の中で最大の数を求めてください。といった具合です。入力が1、3、5、8なら答えは8531になるし、入力が3、30、34、5、9なら答えは953万4330になります。なので、いろいろな入力値が渡されてくるから、その入力値に応じた答えを出力するプログラムを作ってねというのが課題をプログラミングで解くということです。そしてこのようなプログラミング問題をできるだけ正しく、多く、早く解けるかを競う競技が競技プログラミングなのですが、こういった競技プログラミングのプラットフォームの一つが@Coderです。この@Coderは日本の会社@Coder株式会社様が運営されているサービスで、先ほど説明したプログラミング問題をアルゴリズム問題というカテゴリーとして扱い、加えてヒューリスティック問題というカテゴリーの問題も扱っている競技プログラミング用のプラットフォームです。突然出てきたこのヒューリスティック問題って何かということなんですが、アルゴリズム問題は先ほどの問題のように解けたか解けなかったかが明確な問題ですが、ヒューリスティック問題はどれだけ改善したかを競う問題です。例えば、100個の点を通って戻ってくるとき、できるだけ短い距離で戻ってくるには、どのような順番で各点を通過するべきか、といったような問題が出されるようです。そのため、最短経路をたどるようなプログラムが作れなかったとしても、完全にランダムな経路よりも多少改善されている経路をたどれるプログラムを作れる方が高い点数を得ることができるということですね。で、このようなアルゴリズム問題やヒューリスティック問題が出題されるコンテストが@Coderのオンライン上、ウェブサイト上で行われてリアルタイムで参加します。参加方法やどんな風に問題が出題されて、どんな風に回答を提出するかは、この後実演を交えて説明しますね。そして@Coderで定期的に開催されているコンテストは、アルゴリズム問題が出題されるコンテスト、ヒューリスティック問題が出題されるコンテスト、それぞれこのようなものがあります。これはこの動画を撮影している時点で、@Coderのウェブサイトに掲載されていた情報なので、今後変わる可能性もあるため、スケジュールについては最新のコンテストの予定表をご確認ください。私は初心者から中級者向けで、毎週土曜日の夜9時からやっているアルゴリズムコンテストである@Coderビギナーコンテストに複数回参加してみました。競技プログラミング初めてだよという人は、まずこの@Coderビギナーコンテストから始めるのが定石かなと思います。ちなみにこれらのコンテストはすべて無料で参加することができます。そしてコンテストでの成績によって各ユーザーに@Coder独自のレーティングというものが付けられます。レーティングとは競技プログラミングの強さを示す指標のことで、@Coderでは独自の計算方法で表される数値と、その数値の範囲を色分けしたカラーで、だいたいこの人はこのぐらいの強さなんだなっていうのがわかるようになっています。レーティングの数値とカラーの対応表はこのようになっています。カラーは下から灰色、茶色、緑、水色、青、黄色、橙色、赤です。はじめは灰色からスタートして、最も強い人たちのカラーが赤ということですね。
では、このような競技プログラミングにチャレンジする理由は何か、どういったメリットがあるのかというと、これは人それぞれいろいろな目的があるとは思いますが、一つは効率性を考えたプログラムが作れるようになるということが挙げられます。基本的に実行時間の制限とメモリーの制限が設けられています。なので問題を正解するにはメモリー効率が良く処理スピードの速いプログラムを書く必要があるため、日頃から競技プログラミングの問題を解いていると効率よく結果を得るにはどんなアルゴリズムにするべきなのか、どういったデータの持ち方をするべきなのかということを考える癖がつくと思います。また、複雑なアルゴリズムを素早く正確に実装する力もつきます。コンテストは基本的にコードの提出の時間制限があるため、競技プログラミングで高得点を得るには、できるだけ早く、そして正しく動くプログラムを完成させる必要があります。正しく動くプログラムが素早く作れるなら、ソフトウェア開発における開発スピードがスピードアップするケースもあるわけで、それは嬉しいことですよね。あとは、アットコーダーのレーティングは、エンジニア職での就活や転職活動の際に自己 PR になるケースもあります。より高度なレーティングを保持していれば、企業の採用側は、この人はコーディング力や論理的思考力が高い人であろうと判断してくれるケースもあるということですね。そして何よりも単純にゲームやパズルを解く楽しさと同様の楽しさを競技プログラミングに感じて参加している人も多いと思います。ゲームとかパズルとかクイズとかってなんでそんなのやってるのって聞かれたら単純に面白いからとしか言いようがないのと同じだと思います。このように人それぞれ様々な理由で競技プログラミングにチャレンジしていることと思います。では実際にアットコーダーってどうやって始めたらよいのか、どんな風にコンテストに参加したらよいのかということについて実演をしながら解説していきたいと思います。また、この後の説明はヒューリスティック問題を対象とはしておらず、アルゴリズム問題を対象として説明していることをご了承ください。まずは、アットコーダーのユーザー登録をします。アットコーダーの公式ホームページのトップページの右上に新規登録というボタンがあるので、ここをクリックして、ユーザー名やメールアドレス、パスワードなどを入力してユーザーを作っておきましょう。そしてコンテストに参加する前に、アットコーダーのウェブ上での操作に慣れておくためにも、一度練習問題を解くことをお勧めします。アットコーダーでは初心者のためにアットコーダービギナーズセレクションという問題が用意されているので、これをいくつかやってみましょう。このページへのリンクは概要欄に貼っておきますね。で、まず問題というタブを押します。そうすると説明用の問題が1問と練習問題10問が表示されます。では、まず一番上の Welcome to AtCoder という問題をクリックしましょう。そうすると問題が表示されます。この問題文のところに実行時間制限とメモリー制限が書かれていますね。この問題の場合は2秒以内に処理が完了しないといけなくて、メモリーも 256MB までしか使えないということがわかります。では実際に問題を読んでみましょう。高橋くんはデータの加工が行いたいです。整数 A、B、C と文字列 S が与えられます。A たす B たす C の計算結果と文字列 S を並べて表示しなさい。ということで、単純にデータを受け取って足し算をして、足し算の結果と文字列を並べて表示するだけの簡単な問題ですね。そして制約が書いてあります。A と B と C は1以上で1000以下の整数で、文字列 S は長さが1以上100以下ということですね。で、その下をスクロールしてみると、入力形式が記載されています。まず1つ目の整数 A が渡されて、その後に2つ目の整数 B と3つ目の整数 C がスペース区切りで渡されて、最後に文字列 S が渡されてきます。そして出力の形式を見てみると、A たす B たす C と S を空白区切りで1行に出力せよと書かれています。この問題は簡単な問題なので、問題文を読んだだけで問題の内容が理解できると思いますが、実際のコンテストで難しい問題だと、問題文だけだと問題内容が理解できないこともあります。
そういう時は、この下に書かれている入力例、出力例を見てみましょう。この入力例と出力例は、こういう入力に対して、こういう出力をすれば正解になるよという例が書かれています。例えば、一つ目の例だと、A が1、B が2、C が3、S がテストなら、6半角スペーステストという出力をすれば OK ということですね。では、この入力に対して、このような出力をするプログラムを作る方法を考えてみましょう。まずは、インプットとなるデータをプログラムで受け取る必要があります。Python の場合は、標準入力を受け取るための組み込み関数、インプットを使います。そして実はこのページの下の方に各言語ごとのこの問題の回答が書かれているので、そちらを見た方がわかりやすいでしょう。Python 3での回答例はこのようなものになっています。まず、インプット関数を呼び出して、イント型に変換している行があります。これが A という一つ目の整数を受け取るコードです。インプットで受け取ったデータは文字列型なので、イント丸括弧をつけてイント型へ型変換しているということですね。で、次にスペース区切りの整数を受け取るには、マップ関数の一つ目の引数にイントを指定して、二つ目の引数にインプット関数を呼び出して、その結果をスプリットした結果を指定します。そしてそのマップの戻り値を B と C に代入しています。こうすると、スペース区切りで渡される2つの値をスペースで分割してそれぞれをイント型に変換して B と C という変数に代入できます。これらはよく使う書き方なので覚えておきましょう。で、最後に文字列 S を受け取るにはインプット関数を呼び出すだけで大丈夫です。先ほども言ったみたいにインプット関数で受け取るのは文字列型のデータなので型変換などは必要ないですね。あとは A と B と C を足し合わせた数と受け取った文字列 S をスペース区切りでプリント関数を使って表示させれば OK です。プリント関数で出力した結果がそのままこの問題に対する出力となります。なので、このようなコードになるんですが、プリント関数は複数の引数を受け取れるので、この問題の場合は、第一引数に A プラス B プラス C、第二引数に S を指定しても問題ありません。インプットデータの受け取り方、結果の出力の仕方が分かったところで、実際にコードを提出したいと思います。この提出というタブを押すと、コードを提出するためのページが表示されます。対象の問題を問題のプルダウンから選択します。今回は Welcome to @Coda ですね。そして言語を選択します。言語は Python を選ぼうと思うんですが、CPython 以外にも用意されていて、私は多くの場合で処理スピードが速い PyPy を選択するようにしています。そしてこのソースコードという部分に提出するソースコードを書いていきます。先ほど説明したように一つ目の整数を受け取るために A イコールイント丸括弧インプットと書き、二つ目と三つ目の整数を受け取るために B、C イコールマップ丸括弧イントインプット丸括弧ドットスプリットと書き、文字列 S を受け取るために S イコールインプット丸括弧と書き、最後に答えの出力としてプリント丸括弧 A プラス B プラス C、S と書いて、これで下にある提出というボタンを押します。そうすると裏側で複数のインプットデータと出力データのペアによってこのコードが正しく動くかが自動でテストされます。すべての答えが正しいか、そして実行時間の制限とメモリーの制限が指定された範囲内で処理されているかがチェックされて、すべて問題がなければこのような AC というマークがつきます。AC というマークがつきましたね。ちなみに WA というオレンジ色のマークの場合は不正解。RE というオレンジ色のマークの場合は実行時エラー。TLE というオレンジ色のマークの場合は実行時間制限超過で AC じゃない場合はすべて正解ではないのでコードを書き直して AC になるように再提出しましょう。
私が見たことがあるエラーはこの3つなんですが、これ以外にもエラーがあるようなので、AC 以外の表示がされたときは、その部分をホバーして、どういった理由でエラーになったのかを確認してみましょう。そして、この詳細というところをクリックしてみると、提出したソースコードとジャッジの結果が表示されます。この問題では全部で7つのケースがテストされて、それらすべてが正解できたのがわかりますね。このような手順でコードを提出します。提出結果のタブの自分の提出というのをクリックすると、過去の自分の提出結果を見ることができるし、すべての提出というのをクリックすると、自分以外のユーザーの提出したコードとその結果を見ることもできます。また、問題を読んだ後に、すぐにコードを提出するのではなくて、いくつかサンプルデータでコードを動かしてからコードを提出したい場合もありますよね。その場合は、このコードテストというタブをクリックしてください。そうすると、自由なインプットデータでプログラムを動かせる環境が用意されています。ここでも言語を選択しておいてください。例えば、一度問題文に移動して、問題に書かれている入力例2の方をコピーして、コードテストのページの標準入力に貼り付けて、ソースコードの部分に先ほどのコードをもう一度ここに書いて、そしてこの実行のボタンを押すと、この入力例2のデータでコードを動かすことができます。実際に動かしてみましょう。このように上に書いたコードを指定した入力で動かすことができました。この標準入力は自由入力なので、問題に書かれている入力例だけじゃなくて、こういうデータの時はちゃんと動くかなって調べるために、自分で自由にデータを変えて試してみることができるということですね。プリント関数での出力は、この標準出力というところに表示されます。エラーが出力された場合は、この標準エラー出力というところにエラーが表示されます。今説明したタブや機能はコンテストでも同様に使うことができます。なので、先ほども説明したみたいに、このアットコーダービギナーズセレクションの問題をまずはいくつか解いてみて、アットコーダーでどんな問題が出るのかということや、アットコーダー上での操作に慣れておくと良いでしょう。では実際のコンテストの参加方法について説明します。参加方法は簡単で、一度アットコーダーのトップページに移動して、このコンテストというところにアットコーダーの直近のコンテストが載っています。左側に直近予定されているコンテストの一覧があるので、自分が参加したいコンテストのリンクをクリックします。私は先ほども言ったみたいに、アットコーダービギナーコンテストに参加しているので、この3月15日の21時から開催されるアットコーダービギナーコンテストのリンクをクリックします。そうすると、コンテストのページが表示されるので、このコンテストに参加したい場合は、参加登録というこの青いボタンを押します。コンテストによっては、このような参加登録情報を入力する必要がある場合もあるので、指示に従って入力をして、一番下の参加登録というボタンを押します。そうすると、このような画面が表示されて、このコンテストでの成績をレーティング計算に使ってほしい場合は、レーテッド参加登録というのを押します。もしもコンテストには参加したいけど、このコンテストでの成績をレーティング計算に使ってほしくないなという場合は、アンレーテッド参加登録というのを押しておきましょう。また、このトップページに、このコンテストのルールなどが記載されているので、読みながら解説しますね。まず、コンテスト情報ですが、コンテスト時間は100分で、レーティング更新対象が0から1999です。つまり、このコンテストは3月15日の夜9時から始まって終了が10時40分です。その間の時間で問題を解く必要があります。また、レーティングの更新の対象が0から1999なので、このコンテストでどんなに良い成績をとっても、1999までしかレーティングが上がらないということです。そして、配点が書かれています。
アットコーダービギナーコンテストでは問題が全部で7問出題されます。基本的にはこの中では A 問題が一番簡単な問題で G 問題が一番難しい問題とされています。そのため配点は A 問題が一番低くて G 問題が一番多いです。そしてルールに書かれているように問題に正解するとその問題に対応した点数を獲得できてその獲得できた合計の点数が多いほど順位が高いです。そして同点の中ではコードの提出が早かった人の方が順位が上になります。もしも答えが間違っていた場合、ペナルティが加算されて、このコンテストの場合は5分ペナルティがつきます。つまり答えが間違っているコードを提出してしまった場合、その後に正解しても実際に提出した時間プラス5分かかったということになってしまいます。複数回間違っているコードを提出すると間違った回数分だけ5分追加されてしまうので注意しましょう。で、このコンテストはまだ開始時間になっていないので、問題文はもちろんコードテストのタブなども表示されていませんね。コンテスト開始時間になったら自動で必要なページ、必要なタブが表示されるので、コンテストの開始時刻の数分前になったら、このページで待機しておきましょう。では、実際にコンテストが始まると、どんな表示になるのか、過去のアットコーダービギナーコンテストのページを見て確認してみましょう。またトップページに戻って、終了したコンテストの中から、私が以前参加したアットコーダービギナーコンテスト396を見てみます。そうすると、開催前のコンテストのページにはトップタブと順位タブしかなかったんですが、それ以外にもタブが表示されていますね。ちなみに、バーチャル順位表と解説タブはコンテスト中には表示されておらず、コンテスト終了後に表示されます。で、問題タブを開くと、問題が表示されていて、先ほどのアットコーダービギナーズセレクションで操作したのと同様に、解きたい問題のリンクをクリックすることで、問題のページが表示されます。ここで問題文を確認して、先ほどと同様にコードテストを使って、コードを書いて入力例などを使って書いたコードの動きが正しいかを確認します。プログラムが完成したら提出タブからコードを提出します。そして提出結果のタブで自分の提出を見てみて自分のコードが正解だったのか間違っているのかを確認します。この操作を繰り返して正解を目指します。また、順位表のタブを開くと、このコンテストにおける参加者の成績順位表が表示されます。他の方のアカウント名などが表示されてしまうため、この動画では順位表は映しませんが、コンテスト中はリアルタイムでこの順位表が変動します。より高い順位を目指して、正確に早くたくさんの問題を解きましょう。これが大まかなアットコーダーのビギナーコンテストの参加方法です。そして現在生成 AI に関するルールが設けられていて、例えば問題をコピペして生成 AI に問題を解いてもらうといったことは禁止されています。ルール違反にならないためにも、ご自身がアットコーダーのコンテストに参加するそのタイミングで最新の生成 AI ルールを確認してコンテストに参加するようにしましょう。また生成 AI ルール以外にも他人と協力して参加することや、コンテスト期間中にコンテストに関するネタバレをすることや、アットコーダーのシステムに対して攻撃することなども禁止されているので注意してください。アットコーダーのサイトのフッターのルールというリンクをクリックすると詳細なルールが表示されるので気になる方はチェックしてください。では、サプーのレーティングはいくつなの？サプーって強いの？ってことなんですが、私は去年の10月からアットコーダーを始めて、だいたい5ヶ月ぐらいでレーティングが408で茶色になることができました。この茶色というレーティングは、アットコーダーを真剣に取り組んでいる人たちの中では、ビギナークラスというレベル感かと思います。私もまだまだ競技プログラミングの初心者ですので、これからも少しずつ競技プログラミングの勉強をしながらコンテストに参加していきたいと思います。もしもアットコーダーで次のレーティングのカラー、緑に進むことができたら、また皆様にご報告したいと思います。今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。